キャー挟まっちゃった。ちょっとね、手にグッてきて下がるぐらいの感じかな。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はハリアーハイブリッド2024年式のグレード G 価格412万円の内装質感と使い勝手を取り上げていきます。では内装で取り上げたい点を挙げさせてください。まずね、一番のポイントといったらこのセンターコンソール。コンソールってね、集合部を指しますけれども、ここね、大きなエアコンの操作部と、あと下にね、スイッチもいっぱい広がっている、集まっている。で、大きな穴が開いて、ここのボリューム感もすごい。やっぱりね、ここ、中央が大きいと、立派な車、大きな車っていうのをね、連想して、上級感というイメージにつながりますね。で、あとね、ハリアーの特徴的な点で言うと、結構ね、助手席前とか、艶が抑えられています。で、この金属のパネルも、表面がね、適度に艶が抑えられている。でね、このね、統一感あって素敵です。仙台の60系ハリアーが、艶ね、もう溢れんばかりの艶で、どこもかしこも艶の塊みたいな仕上げと比較すると、こっちはね、艶を抑えたという部分が強調されていて、ほんと対照的なんですけれどもね、どっちも内装が素晴らしいというのは、ハリアーの共通するところだと思います。もうほんとイメージそのまんま。で、中央部で言うとね、エアコン操作部の周りとナビのパネル。これちょっとね、画面小さいんでここ目立ちますけれども、このあたりがちょっとツヤがあるというか、ちょっと反射が気になる。で、あとそれぐらいでね、ツヤを持たせて立派に見せているのは、オーバーヘッド部。このね、上の部分。ここがツヤがあって、でも普段は目に入ってきませんので、綺麗な感じです。で、ちょっと上にカメラ向けちゃったんで、ここ行きましょうか。今日の車はね、グレード G ということで、デジタルインナーミラーがついています。で、これ自体はね、もうそろそろお馴染みかと思いまして、いいところは、助手席じゃない、ごめんなさい、リアシートの乗員の顔が映んないです。なので邪魔にもならないですし、あとね、リアシートの人も自分の顔見られるの嫌だと思うんですよね。そういったところから、解放してくれる。代わりに、リアシートにね、いる方の様子を伺うのはちょっと難しいというかね、全く映んないです。で、今回ね、自分が初めて知ったところが1点ありまして、これパチンとやるとね、下向いて消えてくれますので、眩しい時なんかはね、これ、ポンって下げれば簡単にここ消えます。夜でも一緒ですね。じゃあちょっといつもみたいに、運転席周り次行きますね。運転席周りは、この車2024年式なので、真ん中にね、液晶部が大きく広がる形になっています。で、グレード G はアナログメーターと液晶表示部のコンビネーションです。もっとね、上のグレードはフル液晶になるんですけれども、これはこんな感じ。でもね、よくあるというか、デビュー初期モデルの中央に液晶部が来てるだけのタイプと比べると、すごくね、統一感あるデザインになっていて素敵だと思います。あとアナログメーターもね、青い指針で、夜なんかね、結構綺麗に光ってくれるんですよね。で、ハイブリッドらしさっていうのも感じられて、これでね、すごい雰囲気いいと思います。あとね、液晶表示部。まずちょっと今映ってるんで、ここをね、映してもらいましょうか。この車でいいのは、ここ日本語で出てくるんですよね。これ運転支援の表示なんですけれども、リアクロストラフィックアラートとかついてますと、リアのね、ここにも、後ろ側にも出てきます。で、よくあるトヨタ車ですとね、プリクラッシュセーフティーは、PCS なんて略されていて、これなんだっけってよくわかんなくなっちゃったりしますけれども、これはもうね、目で見てそのままアイコングラフィカルに出てきますし、文字もカタカナで出てくる。このあたりね、わかりやすくていいです。あとね、他の情報も結構ね、大きな文字でいろいろ出てきます。これ燃費系かな。そうだ、燃費系のリセット間の燃費の表示で言いますと、トリップ A と B がね、共通して、燃費系がね、リセットされるような感じでした。ちょっとね、バラバラにやるのやり方はわかんない。これね、ここのボタンで A と B が切り替えできるんですけれども、ここね、飛び出た棒とかではなくて別体式の、ここのスイッチで行う形なんですね。なんですけれども、燃費系リセットしてみましょうか。今 22.4 って映っていまして、リセットをすると今0になっています。これちょっと B に切り替えてみますね。A も B も0のままですね。やっぱりここは統一されちゃうのかな。すいません、ちょっと設定でできるかもしれないのでね、それはわかんないです。あと表示で言いますと、これがよく見るかな。EV 走行比率。高いですよね。これは止まってる時間も含めての走行時間だと思います。あとはですね、設定。この辺は、一緒かな。ちょっとね、この車ですと、これなんかね、
LDA と LTA が一緒になってそうなんですね。この辺がちょっと独特かなと思うところです。ではちょっとね、中央部行きます。中央部は、ちょっとね、他の動画でこの辺は取り上げちゃいましたので、今度はエアコン操作部行きますね。この車ね、昼間だと分かりにくいんですけれども、夜ね、このシルバーの部分、ここにイルミネーションが入るんですね。で、すごく綺麗に映ります。これちょっと差し込みます。で、あといいのが、ボタンのレイアウト。よく使うボタン4つが大きくね、出ています。こっち側ね、オートとオフ。これだけでもね、十分だったりしますね。で、回すと温度の調整になっています。で、あと、こっち側を回すとデュアルになるんですけれども、これもね、戻すときはワンタッチ。で、それから AC のボタン。少しでもね、極限まで燃費をなんとかしたいときなんかは、これ AC オフにした方が良かったりしますからね。特に冬とかかな。曇り止め以外のときはオフにしたい。そういうときは、これほんとね、大きいボタンであるので楽ですよね。この辺にあることが多いんですけれども、そうすると、あれ、どこだったっけって探しちゃいますからね。で、あとね、この車でいいところは、風量一メモリの出てくるのがね、なかなか微弱なところに調整ができます。2個にしてもね、そんなうるさくない。撮影なのでね、静かな方がいいのでね、今一メモリにしています。で、あとね、リアのデフォッガーとヒーテッドドアミラーがこれスイッチセットになっています。で、じゃあ今度、センターコンソール行きますね。もうここはハリアーのすごくいいところですよね。もうかなり艶が消されていて、ボリュームもあって。で、前の方が膨らんでるんですよね。すごく立派。で、ショートシフトみたいな、ショートストロークみたいな感じのね、シフトレバーがついていて、ラグジュアリースポーツのね、イメージにぴったりです。で、使用感というかね、使い方で言っても、スイッチがね、ここの前に集まっているんですね。これが、後ろの方にある、このシフトセレクターの後ろにあるタイプが多い中で、この前にボタンが集まってるので、すごい使いやすいです。例えばドライブモードのセレクターなんかでも、走行中ね、チラッと目をやることで、ここで触れますし、手探りでもね、触るの簡単。あとね、ちょっとカメラに映るかわかんないんですけれども、奥に USB の Type-C のソケットが3つあります。1個がデータ通信用だったかな。で、2つが、充電用のマークがついていたと思います。とにかくね、3つある。で、ここね、十分スマホ置けますので、最悪ね、ここを2つ、積んじゃってもいいのかなっていった感じです。で、シフトセレクター。シフトセレクターブーツ付きとかはね、もう、さすがにね、このクラスですのであれなんですけれども、操作感ね、ずっしりしています。ドスッドスッって動く感じで。で、S モードにすると、シーケンシャルタイプのね、マニュアルモードが付いているんですね。これも粘って動くんですよね。で、S6 まで切り替えることができて、停止中でもできちゃうのがハイブリッド車らしいですね。どこをどう制御してるのかはわからないですけれども、とりあえずね、S2 とか S1 にしますと、いい回転数でね、ブーンとエンジンかかって回り始めます。で、カップホルダー。今ね、これカップのリンクを置いています。これね、ちょっと低いですよね。もう引っかかっちゃって、下手すると蓋がね、開けちゃう心配もある。といったところで、このアームレストを開けますと、これ開けますと、こんなものがね、出てきます。で、これをこの中に入れることで、底上げがね、可能なんですね。で、ちょうどいい、取りやすくなる。この辺もね、ハリアーのね、いいところですね。ちなみにちょっとカップのドリンクも置いてみますね。ごめんなさい。ペットボトルも置いてみますね。ペットボトルを置くとこんな感じ。これはない方がいいですね。ただなくても、シフトセレクターの時ね、邪魔になっちゃうのはちょっとご愛嬌ですかね。ハイブリッド車なので、ほとんど触ることないのでいいっていう判断なのかな。でもこの辺りね、ほんとね、このラウンドした形状で、ここね、面に、縁にね、シルバーのリングが入って、この辺りね、美しいですよね。もうすごくこの辺綺麗、シミがある。ほんとね、触りたくないぐらいのね、もしくは触りたいような質感で、難しいっていうのかな。迷っちゃうようなね、ところです。で、あともう一つ。アームレストは大きくて、あと前後にスライドするんで、助手席の人とね、2人でも使おうと思えば使えるサイズがあって、これぐらい前後に動きます。あとパターンと起こってこないかどうかはどうでしょうかね。すごいしっかり抵抗があって、手で締めないと締まないタイプですね。途中でも止まる。これトヨタ車中だと、すごくいい作りにね、見受けられます。で、グレード G ですと、ここちょっと加色が入って、ここもあれですね、ワンポイント効いてるのかなっていう感じです。で、じゃあ最後ね、ちょっと今日見切りの話ね、一番最後に持ってきたんですけれども、全体ね、やっぱりワイドで幅広くて、どっちかというと包まれ感あるようなね、高さがあります。
このプラットフォームね、意外と前低く作ってある車が見受けられますけれども、ハリアーはね、ちょっと前の方がね、盛り上がってるような形してますね。で、それ以上にこのナビのパネルが膨らんでいるので、自分の目線ですと一番邪魔になるのはこのナビですかね。ちょっとね、車大きいんで、できればこの辺ね、クリアに左前の感覚つかみたいんですけれども、ちょっとナビが邪魔になる。あとメーターとの、ごめんなさい、ミラーとの隙間もそんなに広くない。それからね、ルーフがかなりね、後ろから始まるんですね。で、ちょっとだけこの辺圧迫感があるのかなって、ミラーがね、少しこう目に近い感じになります。といったところです。続きまして、助手席側です。まずね、開けて、ちょっと明るくしますね。助手席側からのインパネの見え方はこんな感じ。でね、ちょっとドアトリムから行きましょうか。ドアトリムね、いいところいっぱいです。この辺がツヤの抑えられた素材になっていて、あとね、ここ、肘を置く部分。ここね、ほんと触るとなんてことないんですけれども、見た目ね、立派です。ここはアルミのパネルかな。あと、ここの辺もね、加色が入っていて素敵です。ツヤの抑えられた部分と、金属調の、ドアハンドル。それからね、金属と、塗装でしょうかね、ちょっと模様の入ったパネルとなっています。で、あとね、この部分にハリアーのマークが入ったりとか、あとこのスピーカーのカバーのところに、ハリアーというね、文字が入ったりとか、誇らしいですよね。で、じゃあちょっとね、ちょっとまともな話していきましょうか。シート。この G というグレードでね、シートはこのようになっています。映ってるかな？サイドサポートが、まず背もたれの部分、サイドサポートね、かなり張り出しています。座っても自分の体型でここね、しっかり両側、サポートに当たるようなぐらいのね、ここ幅です。で、このサイドサポートがね、詰まってるんですよね。これ、ぎっちりしてる。で、この辺がね、やっぱり柔らかくて、飾りというか、形だけのサポートではなくて、しっかりね、サイドサポートと使えるだけの、しっかり感がありますね。硬い。で、これが同じく、この座面の方もそうなんですね。座面の方も結構こう詰まっていまして、硬さあります。乗り降りよりね、このハリアーのスポーティー感っていう部分を強調してるんでしょうかね。運転席に座っていると、ちょっと G がかかっても、ペダル操作をね、丁寧にやりやすいようなね、サポートにこの辺効いていきます。助手席はね、どうでしょう。でも雰囲気がいいからいいのかな。あとこの辺はね、縦方向に溝が入っています。これちょっとリアシートで話しますね。で、もちろんね、足元とかは十分な広さがあります。で、あと最後にね、ちょっと助手席側の見え方。こんな感じです。では続きまして、リアシートです。ちょっと開けますね。で、まずね、ちょっとこのドアトリムを見てください。フロントとの違いこんな感じですね。結構ね、縦方向に大きくて、窓が比較的小さいのかな。そういった感じです。じゃあちょっと今度中を見てみましょうか。ちょっと自分あっち側回ってきますね。じゃあすいません、こちら側からですね。まずね、シートを見ていただきましょうか。シートがね、座面からいきますね。座面が長くて前上がり。かなりね、スポッとした感じです。で、ここがね、ちょっと硬いので、どちらかというとね、体大きいとか足が長い方にぴったりですね。自分なんかですと、この子にすぐ膝が来ちゃいまして、ちょっとね、硬さがあります。あと座りますね。で、あとここの上に足を乗せると、ここすごい硬いんでね、ここに足乗っちゃうんですけれども、ちょっとここは感触良くないです。で、いいところはね、背もたれ。まず、ここの盛り上がりわかります？ここの支えがすごく効いてきます。腰との密着感が高い。ほんとね、よくできたフロントシートのような作りしてますね。で、ここ縦溝が入ってるんですよ。これが谷と山のようになっていて、体のね、揺れをここで支えてくれる。で、この吸い付きもいいですね。ここの吸い付きもいい。で、肩の方はここボリュームたっぷりですね。肩甲骨より上まで自分がついちゃいます。あとはリクライニング。ちょっとやってみますね。リクライニングが結構大きく動くんですね。これが一番起こした状態。これでもね、起きすぎってことはない。普通に座れるというか座りやすいところに行きます。で、一番寝かしますとここまで。このくらいでね、調整ができます。で、ちょっと自分そっち側に座ってみますね。音声乱れちゃったので後入れします。述べていることは、シート先端が硬くて、膝裏に圧迫感がある。足の長い人が羨ましいと。
それからお股閉じて座らないとサイドサポートの硬いところが足にかかって感触が今一つ。で、このあたりまとめると、背もたれは作りが良くて、特に長時間座った時に良さを感じられる。一方の座面は体型を選びそう。足元はね、フロントのシートレールの台座が来ますので、でもこれね、足元はフロントのシートレールが大きいです。でもこれはハリアーだけではなくて、最近のトヨタ車でよく感じるもの、といったことを述べています。アームレスト出しますね。アームレストが幅が広いです。もうね、これ十分2人で使えるサイズありますね。フロントのアームレストより大きいサイズがあります。で、カップホルダーがあって、2人で手を置ける。自分一人だとね、もうこのぐらい半分もいかないですね。ここがいいところです。じゃあ今度ね、ラゲッジをちょっと簡単に見てみたいなと思います。まずね、今回のグレードはパワーテールゲートついていますので、それについてね、2つ触れさせてください。で、最初ね、ご覧いただきたいのは、開けて閉めるときにウインカーが光ります。でね、ハリアーはご存知の通り、ここに低い位置にね、ウインカーがあります。なので、例えばね、この辺にウインカーがあったら、光ったら夜なんか眩しいんですけれども、低い位置にあるので、眩しくない。ちょっとね、そのあたりから見ててください。じゃあ開けますね。ウインカー光ります。はい。閉めるときも光ります。こんな感じです。でね、開けるスイッチは、トヨタマークの下、中央部にあるんでね、すごくわかりやすいです。ここですね。ほんと真ん中、迷うことないです。じゃあ次は、途中で障害物が挟まったらどうなるんだろうというのをね、試してみます。自分もね、初めてです。じゃあ、とりあえず開けますね。開けて、じゃあ閉めます。キャー、挟まっちゃった。ちょっとね、手にグッてきて下がるぐらいの感じかな。で、すぐね、止まってくれますね。で、多分ね、次は安全のために上に開くと思います。ちょっと押してみますね。上に開きましたね。すごく安全だと思います。じゃあちょっとね、ここから用意していた部分、中です。今ね、荷物積んだ状態でこの感じ。でね、奥行きがね、メジャーを当ててみますと、だいたい1メートルなんですね。中央部じゃなくて1メートル弱ぐらい、99センチぐらいの間隔です。で、このくらいの奥行きだとね、奥のものを取るのに苦労しないです。トノカバーがついてるとちょっと大変かもしれませんけれども、今ね、この状態ないので、奥のものもね、さっと取れます。この辺のカゴとかもね。このような感じです。で、あとね、一つ取り上げたいのが、リアシートを折りたたむね、リモコン。ワイヤードリモコン。よくね、この辺についていてパコーンって倒せたりしますけれども、ちょっとね、このハリアーだと見当たらない様子でした。で、すみません、そうだ、せっかくなんでもう一つ。ちなみにパワーテールゲートがついてないグレードですと、なかなかね、重いです。ここからグッとね、体重かけるように締めないと締まらなかったので、やっぱりね、これあると便利ですね。ハリアーハイブリッド。上級 SUV として中間グレードでも内装質感高いですし、装備も充実しています。中間といってもね、ハイブリッドモデルですと、最もベーシックだったグレード S が廃止されちゃいました。2023年末で。でね、ガソリンモデルの方はまだ S が存在していますから、ハイブリッドの方が上級仕様という位置づけを感じます。ただ、塗り味に関してはね、同年式同士、2024年式同士で比較して、ガソリンモデルも良いところがいっぱい。パワートレインの差とか、それからタイヤの差とかだけではなくて、もっとわかりやすく明確に乗り味が異なっていました。このあたり、比較もしくは乗り味の動画で述べていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけましたら嬉しいです。以上、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。